私はやっぱこう原作 FF7 っていうのはやっぱ子供の頃に一ファンとしてこうプレイしてたので、その自分の中でこうなんだろうな、変えてほしくない FF7 のこのイメージというか あるんですよ。ここは聖域であって手を入れないでほしいっていう。ただまんまはやりたくなかったんですよね、そこは難しいさじ加減ですけど、そうじゃないと意味がないというか。リメイクの終わりのエンディングの時にですね、未知なる旅は続くというコンセプトワードがあったんですけれども、やっぱりプレイヤーが体験したことがない旅、原作を知っていても新鮮に思える。それはだからやっぱりその単に皆さんが知ってる続きの物語がこの後描かれるっていうわけではないんですよ、驚きのある旅がこの後もありますよっていうことを暗示した言葉としてあれを考えたってところですか。そういう意味でやっぱり原作のこう大きな流れというかこう構成っていうところはやっぱこう変えない中、その中にいかにこう違う変化を入れながらユーザーに対してなんかこう期待感とかこういい意味での不安感を与えれるかっていう方がやっぱリメイク作品としてユーザーに届きやすいだろうなっていうのが思ってたんで。リバースの場合はメインストーリーの他にもキャラクターごとにクエストがありますので、それぞれのキャラクターが活躍するクエストをプレイしていただくとですね、そのキャラクターのさらに面白い言動であるとか秘めた思いとかそういう隠されたエピソードみたいなのも見れるようになっております。原作ではもちろんボイスがなかったので、今回初めてボイス付きでこんなこと言ってたんだとか、ヴィンセントってこんなキャラだったっていうのが初めて分かるので、非常になんていうのかな、意外だったって感じかな。ヴィンセントには暗い過去があり、彼の心の闇と悲しみを声と喋り方に反映させようと努めました。シリアスでハンサムなホラー的な要素を帯びたその魅力的な怪しい魅力を持ったキャラクターだっていうイメージがあったんですけども、それとは違うちょっとねお茶目なというかちょっとね面白い原作では感じなかったヴィンセントの新しい一面っていうのが出ていますね。やはりちょっとシドに関しては持っている印象と実際の設定とで差があると自分は思っていましたので、まずシドはおじさんのイメージがちょっとあると思うんですけども、実は結構若くてですね30代前半なんですね。ですので顔を作る時にはそれをすごく意識しながら作っていました。特にひげの長さとか生え方に関しては野村さんと話を何回も重ねて今のリバースらしいシドが作れたかなと思っています。例えばシドですが、彼がアメリカ南部の訛りがありましたので、それをリバースでも採用しました。魅力はその明るさというか、元気な忍者の女の子っていうところが、当然あると思うので、イベントとかの演出面についてはそのド実行要素っていうものを入れるようにしたりとか、例えばいいのかな言って途中で転んだりとかイベント中にそういうちょっとドジな要素が入ったりとか、あと例えばイベント以外でも普通に鼻歌を歌ったりとか、歌をよく歌うところがあるんですけど、そういう時もただなんとなく歌ってるんじゃなくてちゃんと全身を使って。ユフィは喜怒哀楽がとても激しいキャラクターだと思いますが、特にバレットとの、やり取りでは、ユフィのそのずうずうしいところとか無邪気なところとかが、よく見えてとても楽しかったと思います。そこをどんどんバトルだとどうだというと、やっぱもうとにかく動き回る、忍者らしく動き回るっていうところと、あと気持ちよさ、バトル中のレスポンスであったりとか、触ってもどんどん触りたくなるような気持ちよ良いプレーができるキャラクターっていうのでバトルは進めています。レッド13に関しては死んだビルに北条博士に捕まってた時期が長かったので、もうそれが解放されたということで、もうとにかく家に帰りたいという気持ちでリバースでは。リメイクでは主にレッド13の真面目な面が見せられており、リバースでは彼のコミカルな面も見られます。
虎とかライオンもそうですけど、あんまりその表情に対して喜怒哀楽みたいなものって分かりづらいんですね。人間みたいにこう眉がすごく動くわけではないので、すごくこう怒ってるかニュートラルかくらいだったら分かるんですけど、それ以外の悲しいとかなんていうか喜んでるとかっていうのってすごく分かりづらいんですけど、レッドではその部分がすごく重要なので、もうそういうのはもうリアルとはちょっと外してユーザーに届きやすい感じでもっと分かりやすい表情をさせています。レッド13は PC キャラですので、他の PC 同様、例えばはしごを登るとかフィールドアクション的なこともしなければならないし、椅子にも座らなければならないで、チョコボに乗るところとしては、野村さんからチョコボに乗るときにお座りの姿勢はさせたくないというオーダーがまず一つあって、でその上で手に手綱を握らせるというところはマストとして、そこからいくつかポーズのバリエーションを作って野村さんに見ていただいて、これだっていうので選んでもらったのが姿勢です。選ばれると思ってなかったですよね。いやどうですかね自分もバリエーションの時に悪ノリでちょっとポーズ作ったりもしてたんですけど、もうどれも多分面白い感じに多分なってたとは思います。あとは他のキャラクターと違って手で攻撃するとかって言っても、4足が基本のポーズであるので、攻撃のバリエーションも他のキャラと同じようにすごい数がある。でそこの差別化をしていくのは、とても難しいという感じでした。前作のそのキャラクターがある中で今度レッド13を追加するっていう時に、全く違う遊び方を作りたかったんで、その防御からこう派生していろんなものが展開していくっていうタイプのキャラはまだいなかったんで、そこでそのポイントに注目して、企画を詰めていったっていう形です。もう一個はそのパーティー全体の絆ですね。クラウドとキャラクターっていうものではなくて、パーティー全体の絆。結構ファイナルファンタジーってストーリーがすごく注目されるゲームですし、キャラクターが愛されるゲームなんで、そこをバトル側からも支援というか深くそこに密接に関わっていけるような要素がやっぱ必要だなと思ってたんで、そういう意味で連携要素っていうのを追加させてもらったんです。ゲームの中だとパーティーレベルっていうパーティー自体の絆をレベルに表現してるんですけど、仲間の絆も増えていくとゲーム的なキャラクターの拡張性も増えていって、その拡張性が増えることでバトル自体のキャラクターの連携感も増えていくみたいな感じのデザインにしました。それによってユーザーはじゃあどのパーティーメンバーで冒険しようっていうのをユーザーが自分で選ぶことができるんですよね。キャラクターの組み合わせについては、当然その好きなキャラクターで遊びたいっていうのがあるとは思うんで、そこで例えば好きなキャラクターなのに苦手なアクション性だったりとかっていうのはどうしても発生するとは思うんですけど、それを防ぐために全部同じようなキャラクターにしちゃうと、なかなかバトルに厚みが出ないので、そこはあえてそのキャラのその特性からイメージできるようなスタイルを意識して作って、で組み合わせによって全然違う戦い方になったりするっていうのは、そうですね、好きなキャラクター使いたいけどこのキャラクターのこの遊び方をちょっとマスターしないといけないみたいなところも乗り越えてもらう前提で、少し差別化を大きくして作ってるっていうのはあります。全ユーザーに等しくそういう連携の要素っていうのをちゃんと用意してあげることで、本当にユーザーが自分の好きな組み合わせでゲームを遊んでもらえるっていうところを満たしたいっていうところがあったので、そういうようなところにもちょっとやっぱりコストをかけながらものづくりしたっていうのはあります。結構いろんなキャラクター組み合わせてるんでどれも使い勝手がいいんですけど、FF7 らしいなっていうところで言うと、やっぱりレッド13とかケットシーの組み合わせの連携アビリティっていうのはすごい可愛らしく作ってるんですよケットシーはなんて言うんでしょうね、猫っぽさを出しつつなんていうの、普通に喋ったり会話したりするので、その辺はなんか人になりすぎないようにというかは気をつけていましたね。あとはケットシーは可愛いキャラなので、
役者さんもコミカルに動いてくれて、動き自体にも表情のあるいい演技ができてるのかなと思います。体のサイズ的にモーグリはよりどちらかというとケットシーはちっちゃくて見えないんですけれども、見えづらいんですけれども、モーグリの方で表現をしたいというところで、モーグリに特徴的な動きとかそういうポーズを取らせて、2人合わさった時の印象とそれぞれ別で動いた時の印象っていうのをちゃんと触っていって、ユーザーが楽しみながら切り替えながら遊べるようにっていう、そういうのを目指してやっていました。リバース、リメイクリバースのシナリオを書く上でにはないシーンを加えて拡張していったするということをたくさんしたんですけども、それはキャラクターを深掘りした時にデフォルメされてた、感情的にデフォルメされてた部分をドラマとしてちゃんと描きたい。今作自分でこういうものづくりをしていってすごく思ったのは今作ゲームを開始すると1章っていうのはニブルヘイムの過去編から始まるんですね。なんで本当にセフィロスを操作しながら一緒にクラウドの若かりしクラウドと一緒にニブルマコールを探索するんですけど、その時のセフィロスってまだ人間味のあるセフィロスなんですよね。やっぱり普通に最初からいわゆる世界を滅ぼす悪の化身みたいな部分で過去に存在していた人がいろんな事情により悪として悪に落ちてしまったんですかね。シンプルに最初から悪者っていうよりはしっかりともともとは主人公の尊敬する相手であり、もしくは同じライバルっていうのかな、同じ仕事仲間のライバルでありっていう部分がある事情によって敵になってしまうっていう部分で、敵になってから今度敵対するライバルとしてずっとリバースの2作目においてはやっぱそこは明確に姿や会話をすることでよりセフィロスを印象づけ、彼を追わなきゃならないっていうような気持ちにさせるっていうのは重要でしたね。このセフィロスを知る、セフィロスを触るっていう無関係な第三者じゃなくしたかったんですよね。身内に引き寄せたかったっていうのがあったんで、だからプレイヤーとしてセフィロスを触れるっていうのは僕としてはすごく重要なポイントだと思っていたので、敵である強大な敵である存在を仲間としてちゃんと感じてもらうだとか、そういう要素っていうのがセブンで外せない部分だと思っていたので、セフィロスは必須でした。本作のローカライズ言語数ですが、前作と同じでボイスは英語、フランス語、ドイツ語の3言語、字幕は欧米言語ですとか、あとアジア言語など10言語にローカライズしていまして、各国のユーザーの皆さんに、それぞれの言語で日本語版と同じ世界観を体験いただけるように工夫を凝らしています。リメイクでもそうでしたが、エアリスのセリフが結構難しかったです。彼女の動作と話し方がとても特徴的で、文章の中で大きな間を置くことが多いんですけれども、例えば、日本語が一つの文章でもその文章の中で、3つの間が空いた場合は海外版では2つか3つの文章にした方がリズム的に自然だったりしますが、そうすると、言葉の選択肢が限られてきますので意外と難しかったです。日本語の、意図や雰囲気を維持しながらたくさんのことを考慮しないといいローカライズができません。特に印象的だったリーバースに登場するシーンは最初のニブヘムでの場面だと思います。シリーズにおけるストーリーの重要な部分であり、今まで見てたクラウドの性格とはまた違う面を見せており、翻訳も楽しく収録もかなり盛り上がりました。通常のクラウドの演技とは全く違う、とても良いシーンにはなったと思います。リバースはテキスト量もボイス量も莫大なので、同じ規模のゲームと比較しても作業期間は長い方なのではないかなと思っています。驚くほどですね、その25年前のストーリーをそのまま再現しているところ、名場面に関してはそのまま再現していることが多いんですけれども、それでもですね、本当にリアリティを持って
伝わるし、そこにキャラクターのボイスであるとかすごい専用の BGM が乗っかって見せることでですね、より名場面が際立っている。パーティーメンバー同士または脇キャラとのやり取りの中でキレキレのセリフ、面白い冗談、驚かせる進展や泣かせるシーンがいっぱい詰まってます。ストーリー以外にもですね、自由な広大な世界を探検する楽しみであるとか、いろんなクエストを探してそれぞれのキャラクターがどういうふうにそのクエストの中で行動するのかっていうのを見ることで、よりこれまで愛してこられたキャラクターがさらに好きになってもらえるように作っております。ぜひその辺を楽しんでいただければと思います。世界中を回るぐらいの勢いでもう走り回っていろんな街を何度も訪れたりとかしてもうくまなく見てほしいという気持ちはあるんですが、ただ自分はバトルがメインであるので、一番バトルを楽しんでほしいし、全ての連携アビリティを見てほしいとぐらい思っているところではあります。本当にユーザーが自由にこのワールドマップを冒険しながら、今何を冒険しようかな、何を遊ぼうかなみたいなのを非常にユーザーの選択で決めれるようなゲームデザインにしているので、体感していただきたいかなと思います。このリバースという世界をちゃんと旅を続けても旅をしてもらった中で、それぞれ最後に何を思うかっていうのは人それぞれ多分その旅ありきで変わってくると思うので、それは楽しみにしていただきたいと